どうもこんにちは。今日はナンバー8月のワグマ靴が完成したのでお見せしたいと思います。というのもですね、いつも靴の完成では最後ちょっと磨きをやって仕上げて完成という感じでやってるんですけど、今回磨きをしません。なぜかというと、今回は靴磨き職人の方に依頼してプロの磨きで仕上げてもらいました。ナンバー7は僕が頑張って仕上げたんですけど、そこで頑張って仕上げた理由は展示会でプロの磨きと横に並ぶからです。ということで、ナンバー8以降靴磨き職人の方にそれぞれ頼んで靴の展示プラスそれを磨いてもらった靴磨きの展示みたいなことができるんじゃないかなと思います。靴の展示は去年もやりましたし、百貨店にも靴の展示ってされてると思うんですけど、靴磨きってそれ自体を見ることってあんまりないなと思いまして、今回は展示会で靴磨き職人の方と勝手にコラボということで完成した靴をそれぞれいろんな方に送って磨いてもらうという形でやっていきます。で、今回ナンバー8はもう磨いて仕上がって上がってきました。やばいですね。今回は靴磨き職人第一人者ブルフタッシュの長谷川さんに磨いていただきました。やばいです。やっぱりね、先日ブルフタッシュニータさんに磨いてもらった時も思ったんですけど、やっぱね、その靴の魅力をさらに引き出してくれてるような感じで、そんな磨きのこだわりなんかも少しお聞きしたので、この靴のデザインの解説、こだわりを話しながら最後に磨きの解説もしていきたいと思います。これが完成したナンバー8ブラックウェアダービーです。野生のツキノワグマの皮で作った靴です。皮はイノシシ革でおなじみのバリドさんから購入して作りました。かなりツキノワグマの皮は希少で、捕まえるのが危険ということと、イノシシに比べて数が少ないということもあって皮の流通量がかなり少ないです。なので皮自体もかなり高価なんですけど、独特の表情で球磨川にしかない雰囲気がありますね。デザインはパンチドキャップとダービーですね。つま先部分のみ穴飾りがあります。パンチングが施されたキャップとで外羽の靴です。ダービーですね。さらに底付きはどっしり迫力のあるノルベジェーゼ製法です。この靴はこの球磨川の迫力に負けないようにちょっとデザインも武骨な感じにしました。ブーツにあるようなデザインラインとかディティールを取り入れつつ、かつカジュアルになりすぎないようなドレッシーさも併せ持ったような迫力のある靴になるように仕上げました。まずはツキノワグマの皮の特徴ですね。全体的に毛穴と脂肪感が結構目立ちます。イノシシガよりは毛穴とか脂肪感少し細かめというか、似てはいるんですけどイノシシとはまたちょっと違った雰囲気で、ヤギ側に少し似てる質感があります。で、特徴的な斑点ですね。これ実物を実際見てもらうとより分かるんですけど、この辺にポツポツと1センチ間隔ぐらいで斑点があるんですね。ちょっと分かりにくいんですけど、大げさに言うと少しオーストリッチみたいな感じで全体にわたってあって、これ球磨川の特徴ですね。もともと皮はもう少しマットだったんですけど、長谷川さんの磨きによって全体の光沢すごいことになってますね。球磨川でこんなに光沢が出ると思いませんでした。で、デザイン的に言うと、このパンチドキャップ等のところは銀ピングつけてあります。ギザギザカットです。少し大きめのギザギザにカットしております。で、穴飾りも大きめです。このパンチングをダブルステッチで挟むかなり迫力のあるキャップになっています。ハトメは4つですね。ブーツに使うような少し大きめの黒いマット仕上げの外ハトメ使ってます。で、そこに合わせる紐はこれもブーツのような太めのロー引きの平紐です。細い靴紐だとね、この迫力に負けちゃうんですね。この太い平紐を使うことがこのデザインの最終着地点でした。で、このカウンターのラインですね、ここステッチ入ってます。これ飾りのステッチなんですけど、そのブーツにこんな感じのステッチがあることが多いので取り入れてみました。かかとは縫い割りのドッグテールですね。で、底回りいきますと、ヌレジェゼ製法は手縫いの糸が3本見えるんですね。一番上がすくい縫いのステッチ、2番目のステッチが出し縫い1回目のステッチ、そして最後のギザギザのところですね、この部分に2回目の出し縫いのステッチがあります。ノルベジェゼ製法は厚みはここシングルソールなんですけど、実際この厚みはミッドソールとアウトソールの厚み分なので、構造上はダブルソールということになります。ノルウェージェゼ製法というと結構糸を強調するのでチェーンステッチだったり糸が生成りの白だったりするんですけど、
今回は全部真っ黒に染めてオールブラックのノルベージェーゼ製法をやってみました。一見すると普通の黒い靴、見えないかもしれないですけど、そこまで強調するようなものではないんですけど、しっかり見るとこんな感じでソールが何やら複雑な面白いことをやってるなという感じで、靴好きのマニアにかなりハマる仕様なんじゃないかなと思います。そしてソール面はこちらもオールブラックなんですが、マット仕上げですね。黒に染めてるんですけど、あえて光沢を出さないマット仕上げにしました。これ意外と難しくてですね、光沢出すのは出すので難しいんですけど、マットにするのはするので難しいんですよね。で、つま先先端には変わった形のブラスプレートをつけました。この形は月ですね。月のワグマの胸にある特徴的な模様、そこから月のワグマの名前は来てますが、そこをイメージした真鍮プレートをつけました。ブラックソールに月型の真鍮プレートが輝きます。まさに月のワグマのイメージです。そしてシューツリーですが、今回3ピースタイプのシューツリーを作りました。これまでと作り方を変えたので、これまでよりもさらにビチビチにぴったりはまるように作れるようになりました。まず真ん中のパーツを抜きます。後ろのパーツ抜きます。紐が締まっていると若干きついので、少し緩めて、よいしょ。はい、今回シューツリーこんな感じで茶色のシンプルな3ピースのシューツリー作りました。真ん中のパーツのみ真鍮の取っ手の金具をつけました。こんな感じで3つのパーツはパズルのように組み合わされます。全然ずれません。この靴のインソックにはアッパーと同じく熊革にキッシュザワークの箔を使用しました。ナンバー8ブラックベアダービーです。シューツリーはまず前を入れます。そして後ろを入れて真ん中を最後に差し込みます。かなりみちみちなんで少し取るとき苦労するんですけど、使ううちに若干緩んでくると思います。コツとしてはこの後ろのパーツを少し押さえて抜くことですね。もし購入された方はちょっと最初抜くの苦労するかもしれないので、ちょっと練習してみてください。みちみちなんで全く動かないですし落ちないです。ということでかなりこだわりの詰まった一足です。僕はスムースレザーももちろん好きなんですけど、こういった表情のある革の方がなんかいろいろ創作意欲が湧いてくるというか、こういう風にしたらこの革の雰囲気をより活かせるんじゃないかなみたいな、そんな風に思うことが多くて、自然と自分の力が発揮されるような気がしてます。で、最後に僕のこだわった靴をさらに魅力を引き上げてくれた長谷川さんの磨きについてお話ししたいと思います。長谷川さんに依頼する際は、この靴は月のワグマの革で作った靴なので、この靴の魅力をさらに引き出すような感じでお願いしますと内容をお任せしました。まず長谷川さんもこのワイルドな月のワグマの革初めて磨かれたそうです。この熊革をさらに迫力のあるものにするためにしっかり光沢を出してくれました。特につま先とかかとやはりすごい光沢です。で、やっぱりすごいなと思うのがつま先の革の表情ですね。こんなに光沢出てるのにボツボツ毛穴脂肪が残ってるんですよね。ワックスを塗って光沢を出すということは表面を平滑にしていくということなので、結構この脂肪とか潰れがちなんですけど、それが残ってて、逆にこの毛穴以外のところが光沢が出たことでより顔の表情が強調された感がありますね。つま先かかと、そしてこのサイドのラインですね。この毛穴が埋まってしまわないギリギリの厚塗りをして光沢を出したそうです。そしてこれ本当嬉しいんですけど、この内側のアーチ、ここですね。ここのアーチのラインが立体的で素晴らしいと言ってくださって、すごい光沢感が出て、光の筋が走るじゃないですか。これによってこの靴の立体感がさらに強調されているような感じがしますね。そしてこのヒールとコバもソール仕上げの時点でローを入れて仕上げてあるんですけど、さらにここにワックスを塗ってピカピカにしてくれました。これ多分ね、実物見てもらわないとなかなか分かりにくいかもしれないんですけど、ノルベジェーゼ製法のこの糸だったり、このアッパーの顔の端っこ、この部分とかにね光沢が出てるんですよ。個人的にはこの辺りがかなりグッときます。
革なのにこの光沢感かっていうのが、この質感がすごいたまらないですね。はい、ということでナンバー8ブラックベアダイビング完成しました。この後の靴もいろんな方に磨きを頼んで、それぞれの靴でこだわりをお聞きして、こんな風に解説したいと思いますので、全ての靴の完成までぜひお付き合いください。そしてこの靴は展示会で展示後販売します。展示会は11月の7日から11月13日の1週間、ギャラリーニュース京橋というところで開催します。ご興味ある方はぜひお越しください。ちょっと長めちゃうすいません。ということで本日は川口の木でした。ナンバー7はフェラーリ、ランボルギーニだったじゃないですか。8はね、なんかロールスロイスとかベントレーとかなんかそんな感じがします。